この動画は低クオリティ低画質でお送りいたします。一人箱根8体行きますよ。もう8時間ぶっ通しで走ろうかなと思っております。私の体力が尽きるのが先なのか、それともガス欠がになるのが先なのか。広角に前方確認、左右全部、よーしよーし、来た7番ちゃんなんてあ、料金所だった。おはようございます。あ、はい、ゴー行くぜー。7番ちゃんの喫茶は私のものだ。おお、よー、すげえ。おお、登る登る。すっごい ECU やばい。めっちゃ登ってった。お、楽しい。よーし行くぞ。まずはですね、小田原パイプスピークでしたっけ、そこ行きます。 MF ゴーストの開幕戦、竹千代ゴースト。おお、曲がる曲がる。おお、低速コーナーというか緩いカーブでも全然レカロがいいな。体が全然持ってかれないんですよ。最高でございます。さあ、そして左手崖に挟まれておりますが、ここが豊臣秀吉が作った石垣山一夜城というものが左手にあって、観光スポットにもなっているところですよ。いいね。あ、でちょうどこの辺なんですけど、確かね、春先になると桜がすごい咲いていて、めちゃめちゃ綺麗なスポットなんですよね。そしてちょっときついカーブ。おお、曲がる。おお、うわ、全然もうレカロ最高。全然いいや。あ、でここがちょっとした観光スポットですね。まあいいや、曲がっていっちゃう。いや、そして見ると、おっしゃー。うわべ、ECU やば。 ECU がすごいやばい。面白い。ちょっとタイヤ持ってかれるな。超絶ウルトラ、うししししししし、攻めていく。おお、でもね、ちょっとね、お警察が怖いんですよね。ほら、おお、すごい。いや、めちゃくちゃね、 ECU とレカロ最高の組み合わせですよ。全然なんかね、体も持ってかれませんし、それからアクセルレスポンスがめちゃくちゃいいんで、ちょっとした急な上りでもぐわーって登ってきますね。ただしかし 1.5 リッターのターボですから、2000以上のフィーリングは確かに出せることは出せないんですけども、それでも十分楽しめますよ。あー、おお、景色がめちゃめちゃ左手綺麗です。この辺に止めて写真をパシャパシャ撮るのもいいのかもしれないですね。ああ、 MF ゴースト書いてある行くぞ、竹千代ゴースト。いやー、尾形さん、先行車両の時間を教えてください。どこにいるんですか？ OK。 あ
あー見えた、ネスト岩田スカイラウンジだったっけでこれ分岐になるんですよね。右側対向車線になりますからお気をつけください。でここは少しね減速した方がいい。で一応料金所みたいな建物もあるんですが、ここはねそのままスルーして通過ができます。先ほど料金が払ったところの1箇所だけが料金所。おーしスカイラウンジ来た。多分ここがセクター1の終了なんだろうな。そしたらねこれ右に曲がります。この T 字路元箱根十国峠方面に行きますよ。これがセクター2椿ラインで、このまま芦ノ湖まで下っていくような感じ。竹千代 D。 おお富士山めっちゃ綺麗。おお富士山。この辺はまた道が狭くなるから結構怖いっちゃ怖いけど、ライン取りしっかりしていけばなんとかなる。おおまたおおすっげえレカロ最高。 SR6 最高、めちゃくちゃいい。でここが対向角じゃなくてなんだっけ忘れちゃったな、変革台だ。変革台の駐車場、ここからもね綺麗な景色が見えるかもしれないですね。さあブレーキング超絶ウルトラ。おおさあこれはですね右まっすぐ行きますと有料道路十国峠方面。ちなみになんですけど私ねナビセットしてないんですよ。そう今回はナビなしで箱根のいわゆる峠という峠をねガンガン行きたいと思っております。多分ねナビセットしなくても大丈夫だな。箱根自分のねお庭みたいな感じになっちゃいましたからね。私のホームコースみたいな感じですね。別荘地ですわ自分。いい感じだな。すごいなやっぱレカル入れてるだけでもめちゃめちゃライン取りがしやすくていいわ。よく見える。対向車なし、派手に行くよ。峠に来ますとシフトアップの方もね回転落ち気にしなくていいからめちゃくちゃいいな。とりあえず高回転を維持してシフトアップ、高速シフトアップをやっていった方が安定するような感じ。このまんま道なりだな。どっちだこっちだ、多分こっち。おおここは怖い。さあ椿ラインがもう間もなく終了という形になってきますよ。このまま道なりまっすぐ行きますと箱根駅伝でも有名な終点でもあり出発点の折り返し地点に向かっていく今日この頃。おおこっから結構タイトなカーブが続く。やばいギアチェンジできなかった。ちょっと結構ねガタガタしてるから道がそんなに良くないな。この芦ノ湖に近づいてきましたらかなり悪路になりますからちょっとお気をつけください。竹千代 D 箱根駅伝の入り口箱根関所南という交差点、これを右に曲がって国道1号線に入ります。二足発進。わあ芦ノ湖綺麗だな。さあここがまもなくね左方面に箱根関所というものがございまして、入り鉄砲に出女という素晴らしい名称も残っている今日この頃。この辺りが江戸時代はね本当に強く厳しく取り締まったというところでございます。さらに右の方にですね箱根弓道というものがございまして、結構ハイキングですとか散歩するにはもってこいのコースでございますよ。空気も綺麗ですしね。さあ MF コースでも有名な箱根の大鳥居、ここをくぐってまっすぐ行きます。でこの先ですね信号がございまして
右折するような感じ。おお MF ゴースト行くぞ竹千代 D だ。でこの信号を左に曲がごめんなさい、右に曲がります。これを右に曲がって、今度はデスコースだっけ、デスゴースト、ゴーストラインだっけな、そこに差し掛かっていきます。でここがね、上りのきついカーブ。おーしょ、またうおー、こっからも結構辛いワインディングが続きますよ。ただ国道1号線ですから車の量もねちょっと多いのかもしれないね。現在の時刻7時10分。ここに Y 路地があるんですが、これ右の方に行きますと旧東海道でございます。かの有名な七曲り峠があるところ。しかしこのまままっすぐ行って MF ゴーストでは確かこのまま上り坂を登っていきますとなんだっけ、箱根最高標高800何メートルっていうね看板もあったりとかするんですよね。しかし赤信号にはまる。おーし登っていくすげえ3速でね、今まで純正の ECU だと結構もたついてたんですけど、やっぱ上り坂でもスーってね登っていくよ。いいですよ。パワコンとかブーストアップだけでもかなりいいとは思うんですが、さらにちょっとお金を足して ECU をチューニング原車合わせすると、いやここまで違うのかっていうのはね全然違うわ。いやコスパは高いですけども費用対効果、そして長い目で見ると ECU の原車合わせは絶対いいと思うんだよな。あ、これだ、右手だ、箱根874メートル来た。そうすると今度は小学園とか、あとルネッサンスじゃなくてなんとかの森美術館とかね、多分そうだと思うんですけどもね。ここかな、足の湯。あ、これだ、右手だ、なんとかハウス美術館っていうのもね漫画で描かれていましたね。早朝の時間帯は車もいませんから最高。あー、しかも温泉の硫黄の匂いが少しうっすら車内にも響いてきますよ。ストレートで速い車は初心者。ここだここだ、ブレーキ。おお、これ、前走るトラックがすごい速いんですよね。多分すごいね運転がうまい。いいライトでしてるよ。ここ2速超絶ウルトラ。やっぱこうなってくるとブレーキも変えたくなってくるな。おお、こんなところねアニメと漫画とかですごい爆走してるじゃないですか。絶対に曲がりきれないよな。道も狭いですしね、タイトなカーブが結構続くから結構大変だな。おお、ひたすら目指すは宮の下。竹千代 D。あ、小涌谷だ。なんちゃら美術館もあって、でここが旧小涌園のルネッサンスやるなんだっけ、なんちゃらっていうところですね。ルネッサンだ。この辺りも多分ね描かれてたと思うんですよね。まあそれはもといよーな。おーっと、ここでトラックがピットインしていった。このセブンイレブンの癒しの休憩スポット。ここも多分ね描かれている。こっから結構きついんですよ。多分箱根登山鉄道の打骨橋っていうのかな、そういうところにも出るんですよね。
結構登山鉄道も走っていて、映えスポットが多々あるような感じで、まだまだ先なんですけどね、なんか釣り鐘っていうのかな、ああいうのもあったりとかして結構映えるんですよ。旅館のところにね橋があって、そこが結構写真スポットにもなっているなんていう噂なんですよね。さあ踏切、ここも MF ゴーストで描かれていた小涌谷駅前の踏切だ。踏切過ぎるとすぐ左の直角になります。ここもね、うおー、なかなか立ち上がり、立ち上がりいいな、やっぱいい立ち上がりしてる。これは2足踏ん張れ、踏ん張れ、踏ん張る。ガラスの森、これかな、蛇骨橋、蛇骨橋っていうのかな、蛇に骨の橋と書いて何橋って言うんですかね。さあこれね、右の斜めカーブ曲がった先にですね、宮ノ下の交差点がございます。これ宮ノ下の交差点、みんな MF コーストでバカバカ曲がってるじゃないですか。あんな速度でこんなとこ曲がれないですからね、普通に考えたら。まあ、物語としては富士山が噴火してこの辺が閉鎖されちゃったっていうところなんですけどね、普通に走ったらこういう信号とかも止まらなきゃいけないからね。でこの辺がもうセクター3がどの辺なのかな、もうこの辺がセクター3なのかな、宮ノ下これだから。うおー、眩しい。グラの3をつけさせてもらおう。これがグラの3です。うおー、グラ3しても眩しいな。で多分ここの今のコース走ってるのが昔90年代とか80年代にドリフトで有名だった場所じゃないかな。結構ドリフトされてる方は大平台のヘアピンから登ってきまして、この辺りでぐるぐる回っていたんじゃないかなとは思いますよ。さあ現在の時刻が7時23分でございます。開始しましてから約25分ほど経っているような感じでございますね。で箱根じゃなくて小田原パイクスピークの全長が40キロ弱あるようなことを言われておりまして、大体ね普通に走ったら1時間ぐらいで回れる距離なのかなってイメージなんですよ。でもう間もなくなんですが、大平台というところに差し掛かります。大平台というのは有名な大平台のヘアピンカーブがあってね、これがまたねめちゃめちゃ面白いヘアピンなんですよ。結構ね急っちゃ急なんですけど、若干大回りチックな感じになってんのかな。ただ攻めていたらうわきついわ、クソはバエロみたいな感じになっちゃいますけども、ただそれ以外にも今走っているところも結構ピーキーなワインディング道路でございますからね。このように速度を落としながらゆっくり安全運転で下っていくっていうのが多分ねセオリーです竹千代 D 大平台の駅でございます。これを過ぎますと超絶ウルトラヘアピンがあるような三段でございます。きたー、曲がれ2足1足だバカ野郎。やったぜ立ち上がり。おおすっげえ。でやっぱりこっちの対向車線は箱根ゴールデンコースっていうのもありましてですね、とっても有名な観光コースにもなっているんですよ。よってねやっぱ今日平日なんですけど、朝の7時台でも結構車がいらっしゃるなっていうイメージがあります。それから多分仕事で車乗ってらっしゃる方もこの辺ブイブイ走りますからね、それと少しかぶってくるようなイメージですかね。さあ小田原パイクスピークも中盤以降差し掛かってきているはずでございます。左手には早川という由緒ある有名な川も流れていますよ。ここは時の戦国時代北条早雲が治めていた土地でもありまして、
で北条早雲から5代にわたって北条氏がね頑張っていたんですが、時の1580何年でしたっけね、90年でしたっけね、豊臣秀吉が小田原攻めしようぜということでね、一挙任せに小田原城を無血開城してしまうというね、悲しい歴史がございますけども、それでもそういう歴史があったからこそ今私がこのように小田原パイプスピークを走られているということではないかな。一つ歴史が変わってしまいますと大きく改変されてしまいますからね。でこれ箱根登山鉄道の立橋がございまして、これですね、これが吊り橋のすごく映えスポットらしいんですよね、ここね。さあフグタ君、少し今スローペースだからゆったりのんびりできるよ。ここで心を落ち着かせて次のセクター3でいいのかね、かまぼこストレートに備える。このかまぼこストレートもなかなかいい高速道路となっており、高速道路じゃないけどね、何を言ってるか分かんなくなってきたここのなんか四雲荘っていうんですか、これもアニメでも出てきましたね。こうバーンって爆走していた今日この頃、多分四雲荘あたりから霧も晴れてきてるのかな。でこの先ですね橋がございまして分岐するんですよ。対向車線と今走ってる本線がガッて分岐するところなんですが、ここでね赤い車でしたっけ、フードかぶってる人かな、これが右の方にガーッつっていくんですけど、さあ相葉先輩びっくりの、ここが寒冷洞門でございます。少し寒冷洞門が綺麗になったと思う。違うかな、これ昔右手の方ですね、国道1号線として使われていたところなんですが、今は廃道となってしまって、このように今走っているところが新しい道路というところになり、左の方に駐車場もあってですね、昔懐かしき思い出のんびり見るんだったらね、駐車場止めてこの寒冷洞門を見るといいかもしれませんね。私もねよくね20代の頃は寒冷洞門を走って宮の下経由で箱根峠とか行ってましたよ。さあ来たー、ここでね相葉先輩とフードかぶった人と、あともう一人の人がねバトルしてたところで、我々はねちゃんと左の方に向かっていくと。で赤い車は右の方に行って1台抜くわけなんですけども、なんとかペナルティーはもらえずにいけたっていう感じ。さあこの辺りからもう終盤に差し掛かってかまぼこストレートに備える心と体の準備はよろしいですかっていうクールダウンのところでございます。さあ箱根湯本の駅、箱根登山鉄道が登山電車なのかな止まっておりまして、で正面の方は小田急小田原線となっております。箱根登山電車でもいいんですけどね、1つ目の交差点三枚橋というのがありまして、これ右に曲がりますと旧東海道県道734号線だったかな、ごめんなさい732号線でございました。で旗宿を経由いたしまして有名な七曲峠、そして甘酒茶屋というところに向かって芦ノ湖面に行くような山なんですね。さあかまぼこストレート近づいてきましたよ。でその前にですね西湘バイパスとかの高速道路の入り口がございまして、これ間違えてねまっすぐ行かないように気をつけてくださいね。これ左の側道に入っていかなきゃいけないんですよ。これまっすぐ行っちゃうってなるんですからね。昔ね約1年前に吉本さんと少しバトルした時に吉本さん間違えてこっちに入っちゃったっていうのはね、なかなかね伝説がありまして面白いでございます。さあ来ました、ここが最終セクションかまぼこストレート2車線になります。現代のリアルなかまぼこストレートは車がいっぱいでごった返しておる今日この頃でございます。日中帯も結構車でごった返しますのでね、あんまりねガーってアニメみたいにストレス解消にはならないですね。でこのまま2車線道路を左車線に行きますと、確かねまた高速道路の入り口がございまして、そっちに乗ってっちゃうようなイメージがあったんですよね。左の方は高速道路の入り口、そしてローソンがありますよ。ここでね結構休憩するのもいいかもしれない。ここでハマるか。かまぼこストレートの最終コーナー、信号が最終コーナーになっています。
さあ来たぞ、最終コーナー、ここが右折、そして相葉先輩の超名台詞、7番ちゃんのキスは俺のものだって言って曲がりきれずまっすぐ行っちゃう今日この頃。竹千代 D、開幕戦の、最終コーナーで主人公が操る86もね、すっごいコーナリングして曲がってきましたからね。こんなのね、あんなアニメで再現しようとしたら絶対無理な話ですよ。すんごい直角の交差点でございますからね。あんなの絶対にアンダーが出てここで突っ飛びますよ。この辺りがもうゴールの近くなんですよね。もう箱根ターンパイクの入り口があるような山端でございます。石垣山一夜城の一夜城通りというところになっておりますよ。ただね、一夜城通りとかなんか聞きますとお店とかがいっぱい並んでるのかなってイメージあるじゃないですか。ないんですよそんなにないです。あるとしたらセブンイレブン。小田原パイクスピーク走り抜けてきました。いや、やっぱね ECU は全然違いますわ。それからコーナーリング、この SR6 の食いつきというか、このフィット感が半端じゃなく良かった。いや SR7 の時はもうちょっとガクガクなったんですけど、全くそういう感じがしなく、腰も何も痛くない今日この頃、最高でございました。さあ間もなく終着、箱根ターンパイクの入り口、ここだ。ちょうど赤信号になった。そしてね、せっかくだからね、ここで右で曲がろう。皆さんにお見せしたいのがこれ見覚えありますか？確かね、ここの掘ったて小屋あるじゃないですか。ここがね、あれなんですよ。アニメでも描かれていたところですね。竹千代 D、箱根ターンパイクの入り口にいますからね。でこのまんままた箱根の方に戻っていって、湯本から三枚橋経由で旧東海道で箱根峠の方まで行っちゃいますかね。多分そっちの方がいいな。よし行こう。じゃあ今回は一旦これにて終了とさせていただきます。それではご視聴ありがとうございました。はい、でちなみにですね、走行距離の方が106キロ、これは私の地元から出発した距離となっておりますね。で燃費の方が 15.9 キロで、ガソリンもまだまだ満タン近くあります。そして時間の方もまだまだあるっていう感じですね。じゃあ次の動画お楽しみください。それではご視聴ありがとうございました。いや、EC すごいわ。しっかりとも